こんにちは。プリンセスモナコです。今日はね、かぶら蒸し作りたいと思います。かぶら蒸し。はい、お願いします。かぶら蒸しってもね、お魚ないんです。かぶらをすってね、ちょっと蒸すだけで。はい、お願いします。かぶらすりました。大きいの2個ぐらい。すりおろしましたよ。これ水絞りますね。水をちょっとあんまり絞りすぎると硬くなるので適当に絞りますよ。ちょっと水気を水分を残してね。はい、絞りました。これに片栗粉、卵白でも良さそうだけど片栗粉にします。片栗粉をこれだと何杯？片栗粉入れましたよ。混ぜますね。お、混ぜる。片栗粉入れたので混ぜていきます。塩も入れますね。お塩も入れなくちゃ。塩もちょっと。そして混ぜていきますよ。そして入れ物に取りますね。3個。よいしょ。これが一番奥でした。3個入れて、そして手でちょっと丸くきれいにして、丸くきれいにしなくちゃね。そして蒸しましょう。全然何もないのもなんですし。お魚の香りはんぺんと思ったんですけどね、はんぺんもあんまりだなと思ったので何もなしにしようと思いました。せめてしいたけはいいか。それで蒸していきたいと思いますね。はい、しばらくかぶら蒸ししてます。なんか蒸せたみたい、蒸し上がったみたいな気がします。ちょっと出してみましょうか。そんなに熱くない。どうして？こんな感じです。ちょっとタレ、めんつゆ初かぶら蒸ししてみました。かぶらすりおろしてね、蒸し器じゃない、蒸しただけなんですよ。鍋に入れてでめんつゆみたいつゆ作って、でしいたけとかぶの葉っぱ入れただけ。本当はこれにね、白魚入れるんですよね。ないんですけど、でもちょっと味見いただきます。柔らかくてふかふかっとした感じです。
大根餅に似てるけど、こっちの方がちょっともうちょっとやばいかなっていう感じ。かぶらの分だけそういう感じですわ。初かぶら蒸ししてみました。ほかほかでね、冬にいいですね、やっぱりね。はい、作ってみてください。大根餅に似た感じですりおろしてちょっと絞るのね。で似た感じでした、作るのは。はい、プリンセスモナコでした。ありがとうございます。